マジ本当やばかったんですよ。ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの専門店でいうレプタイルズのブリードルームの歴史というか裏話みたいなお話できたらなと思います。先日ですね、このブリードルームをここの物件契約して2年ぐらい経ってで更新があったんですけど、2年ともう数ヶ月かな、もう更新の時期かということでちょっと感慨深いものがありましたけど、実際にはね、この形になってからまだ1年経ってないぐらいなんですね。契約して1年ぐらいの間設計とか準備とかいろんなことをしていたわけです。どういうふうにしようかとか何が必要かとか誰が必要かとかずっと1年ぐらいかけて準備をしてきて、で工事が始まったのが1年ちょい前ぐらいですね。工事始めてからは早かったんですけど、工事の方にも頑張っていただいて、もう本当に何もない170平米ぐらいのだだっ広い空間だったので、そこに壁を建て天井をやり替え床が補強され、こういう重いのが海外から来てみたいな、各部屋に全部エアコンがついて何して何してっていうのがあって、今こういう形でやってるわけです。もう結構珍しいんじゃないかと思っていて、わざわざ壁を作るっていうのはね、いろんな環境を試したいということで、壁を作ってこういうふうにやっているわけですけど、基本はなんかいい思い出というか、もうワクワクするところなので、ボールパイソンの専門店をやってる中で、輸入も知ってますけど、輸入も楽しいんですけど、やっぱ自分たちで生み出していくっていうのがすごくやりたいことではあって、いいものがいました、いい子がいました、買ってきました、売りましたっていうのだと、何もこう生み出してないっていうのが僕の中のコンプレックスじゃないですけど、一つのこう課題というかに感じることがあって、やってることはプレステ5を安く買って売るだけとなんか似てんなと思ってたんですね。もちろんそこにいろんな喜びとかありがとうとか感謝とかお客様と関係が生まれて、それが育っていく、育まれていくっていうのは大きな喜びではあるんですけど、やっぱり何か生み出していきたいっていうことが自分の中にずっとこう葛藤としてあったので、このブリードルームを作ってボールパイソンを繁殖させて皆様に見ていただいたり世界に届けていったりっていうのをしたいから、そういう楽しいワクワクすることでもあるんですけど、一方でやっぱり大きな挑戦ではあったので、たくさんの失敗とかトラブルとかを抱えながらやってもいます。具体的に言うとね、その2年前ぐらいから円安ってこうガーって進んできたじゃないですか、一気に。当初の見積もりこれぐらい、それはうちの会社のフルフルパワーをぶっ込んでこれぐらいっていうふうに見積もってたんですね。でもそこから円安になって工事のその資材とか工事の値段自体も上がっていっちゃって、かなり頑張ってくれたんですけど、それでもやっぱり安い金額ではないもともとだったんですけど、当初の見積もりからどんどん膨れ上がって、おそらくね想定していたものの 1.5 倍ぐらいになったんですね。もともとフルフルで挑戦しようとしていたところからさらに伸びちゃったので、これどうしようみたいにドキドキしていたところはあります。みんなでねこういろんなこと頑張ったりとか経費削減したり販売一生懸命やったりとかしながら、なんとかこう完成にたどり着きました。こういうのも全部アメリカから買ってきて、日本持ってる人いるのかな、いないかもしれない。アメリカのフリーダムブリーダーっていうメーカーのものなんですけど、日本に送ってって最初言ったら送ったことないから分かんないやり方って言われて、そこから全部もう自分たちで船の手配、何の手配、トラックの手配とか全部自分たちでやってるんですよ。日本側の受け入れの。あとアメリカももうその作ったところで引き渡すみたいになっちゃって、港まではどうやって送るのって考えといてって言われて、アメリカのそのトラックの流通とかを探して依頼して船まで持ってきてもらって、でそれもなんか遅延みたいになって、お金は払ったけど物は届かないみたいなので、これめっちゃ重くて1台200キロぐらいあるんですけど、ピアノみたいな重さするんですよね。でピアノがさこうバーって並んでるから、床も普通の床じゃダメだから補強されていたりとかすると、整えるのにもすごく時間がかかったんですけど、ボールパイソンのブリードってセオリーというか鉄則があって、その一つに引っ越しをした次の年は産まないっていうのがねみんな言うんですね。だいたいボールパイソンのブリードって趣味で始めた家の一区画で始める人が多くて、飼育とブリード、そこから少し拡大するってなった時に、じゃあブリードルームをちょっと自分の中で作ってみようかみたいな、部屋を丸々そのために一つ使ったり、あるいは近くのアパートを借りてそこでブリードしようかっていう方が結構多いんですけど、その引っ越しをした時ってボールパイソンってね環境の変化をすごく好まない生き物なんですね。だから引っ越ししたらまずはそこで安心して生きていくことができるのか、自分自身が、そして卵を産んでも育てることができるのかっていうこうドキドキモードにねお母さんヘビになるんですね。なので引っ越した年は産まないって言われてるんです。僕らもこのブリードルームを作って、でそこに引っ越しをしてくるわけじゃないですか。だからかなり卵を産まないだろうなというふうに見込んでたわけですね。かなり厳しめに今年はきっとこれくらいしか産まないかもしれない。でその生まれた卵の中から
繁殖のためにキープをして育てる子と、あとは販売をしていく子っていうのをこう分けて厳しめに計算してたんですけど、実際蓋を開けてみたらさらに少なくて、厳しめに見たらさらにその半分ぐらいになっちゃったわけですね。でそうすると事業なので投資をします、それを回します、回収をしますっていうのをこう何回も繰り返していくわけですが、そもそも作るのに想定の 1.5 倍ぐらいかかってしまい、見込んでいた収益は半分ぐらいになってしまった。僕もこういうふうに物事を動かすのは初めてだったので、人を動かすとかシステムを動かすとかだけだったらあれなんですけど、生き物の事業を動かすっていうのは初めてのことだったので、想定と大きく違うことの中にね、てんやわんやの、1年ぐらいだったかなと思います。産まなかったからさ、卵を。だからやっぱりまた輸入するしかないわけですよね。でそのための費用もやっぱり必要だし、産まなかったから親になってく生態も、やっぱり追加で輸入をしなきゃいけなくてっていう中で、やっぱね、物事ってね、こんな感じで進むだろうってなってもうまくいかないのは、ボールパイソンも家庭も恋愛も事業も何でも一緒だなと思います。この子はうちで生まれた子なんですけど、ひとしお可愛いわけですよね。いろんな挑戦とかトラブルとかを乗り越えてやってきた中で、やっと出てきてくれたみたいな、やっと生まれてきてくれたっていうのが、やっぱり嬉しくて、でそういう子たち、思い入れの強い子たちを素敵ですねっていうふうにデューでブリードした子だから、ひろあきさんのところで生まれた子だからっていうことで、さらにプラスの愛着を持ってお迎えしてくださる方とかっていうのは本当にありがたいと思っていますし、山があって谷があって、だからより楽しいっていうふうに思えるのかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの専門店リューレプタイルズの山あり谷ありのね、挑戦というか、ブリードルームのこれまでとか歴史をお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定先着順でラットの無料プレゼント企画を実施中です。より濃密な情報と交流ができるオンラインコミュニティパトレオン、月額5ドルからご参加いただけます。